やりやすいと思います。あれ戻んなくなっちゃった。これね、位置が特徴的だと思います。で、耳元にあるこの位置で、音響的な部分からね、自分の知識。日産ノートオーラに乗って感じた小さな長所短所。いわゆる小ネタです。純不動で18個プラスアルファ。6個機に長めのシーンを挟みます。それでは、ポジティブ意見もネガティブ意見もサイコロ振ってミキサーにかけて順番適当に出していきます。まずはヘッドライトの点灯消灯で便利と思った点です。ヘッドライトのスイッチ、今手動スモールの状態になっています。この状態で走るとヘッドライトは自動で点灯します。そして止まった時に P に入れると自動で消灯します。じゃあ走ります。今点灯しています。走ります走ります走ります。止まります。この状態で P に入れます。はい、消えました。メインメーターにナビが表示できます。最初にナビを設定してメーターの表示内容を切り替えると地図が出てきます。スマートキーとドアロックの話、スマートキーとドアロックの話です。まずロックをします。でこの状態からロックの解除は、オーラの場合ですとこのボタンで行います。手をね突っ込んでも開かないタイプです。でこのタイプね、いいと思える点が2つあります。まず1つはね、ロックした後にちゃんと閉まってるか、こう手を突っ込んで、確実なロックをね確認できます。これがない車、ここで開いちゃう車ですと自分はリアドアにね手を突っ込んでいたのでこれ便利です。あと洗車キーとか入れてね、もしくは洗車の後吹き上げの時にこれね、ここやってるとピピピピいっちゃいます。でこれですとそれがないので便利です。ドアロックとスモールテールライトの消灯について、スマートキーのロックと、テールライトスモールライトの消灯につきまして、今システムをオフにして外に出てきました。でこの状態で車をロックします。はい、まだ今ねこれスモールついた状態です。で一定時間経過するとこれが消えます。はい、消えました。 EV モードは、1回押すと、EV モードです。日産流に言うと、マナーモードですね。長押しするとチャージモードです。画面の方を映します。マナーモード、通常、それから長押しでチャージモード。チャージモードはそうですね、今バッテリー半分ぐらい減ってるのでこれをいっぱい入れといてね、後で静かに走りたい、そういった時に使えると思います。マナーモードからチャージモード、ハザードとバックチャイム、ハザードチャイムとバックチャイムです。ハザードつけます。じゃあこの状態でリバースに入れます。このような上品な音がして今ハザードのチャイムは消えています。ピンに戻します。ハザードの音がしています。ブレイクタイム1です。少しだけ凝った内容を挟みます全然ブレイクじゃないです。ってことでね、お題はステアリングギア比とサスペンション硬さの関係、他で聞いたことないので自分の感覚がおかしいという前提です。で少しね変えてくれたらもっと走りやすいなと思いました。硬いと機敏な操作に対応、そして曲がる力の立ち上がりも速くなる傾向、そこに自分の中にある感覚でハンドルを切り始めるわけです。オーラのロール合成だったらもう少しクイックなギア比の方が走りやすいかもと思いました。ごめんなさい、ラインミスっちゃった。それターゲット速度ですとか主たる狙いは別にあるのかなって気もします。ただね動画に映ってるようなところを走るとちょっとねクイックな方がいいかなっていう気がしました。すごい滑らかです。この辺りね幼なじみがメーカーで車両設計をしていまして、で彼になんでステアリングギア比って F1 みたいにできないのって聞いたことがあります。そしたら予想を超える返答をいただきました。今度は別の動画でこの辺に触れてみようかなと思っています。続きまして設定画面、シャシー制御という中にトレースコントロールのオンオフがありました。切り替えて試したかったのですが、気づいた時には市街地くらいしか走れる時間が残されておらず、ステアリングアシストのオンオフもセットで試さないと違いがわからないくらい、それぐらいしかわかりませんでした。続きましてはエンジンルーム。ここで取り上げたいのは
ここの穴です。ピンと合わせます。でね、これ見て分かります？ここの指さしてるところの3つの穴なんですけれども、ここね穴が開いていて地面までね見えちゃいます。でこの穴が2022年の小変更で、目くらぶたがついて見えなくなったようです。続きましてオーラの遮音ガラスについてです。これね叩くと分かります。で開けてみると合わせガラスになっています。このような感じです。続きましては、ドアのスイッチパネル。このオーラですとノブがね出っ張ってないです。でその他スイッチはこう面があったような感じでね、ここにレイアウトされています。こうないのが飛び出ているのがないので、ここ手引っかかんなかったりしてねスマートです。操作はですね、ミラーの調整は、右左と押すたびにオンオフします。開閉はこれです。あとリモコンですね。ウインカーレバーに関する話です。この車ですね、レバーの操作がねちょっと硬いです。カチンカチンと入るんでね。でこうやって直線を走っていて、ここにね親指を引っ掛けたままウインカーレバーをこうやって操作しようとすると、その瞬間にねわずかですがこうやってハンドルがちょっと動いちゃいます。ちょうどねハンドル軽くてレバーが硬いんですよね。なのでできましたらこうハンドルと手を分離して、この状態でねウインカーレバーをカチンカチンと出した方がやりやすいと思います。あれ戻らなくなっちゃった、以上です。右手がレバーの操作です。まずねこの車は、ちょっとねトヨタとかとは違って日産式です。停止中の、基本オートなのはね一緒なんですけれども、この状態で下はないんですね。上に1個回すとスモールのみ画面に出ます。で上にすると固定みたいな感じでね、アダプティブな廃校タイプなのでローハイっていう概念はないんでしょうけれども、点灯になります。繰り返します。オートスモール手動オンです。またオートヘッドライトのメインスイッチみたいなところはこの人差し指のレバーの先っぽにあります。ここでオンオフができます。それからですね、内側ここはフォグランプのオンオフですね。ちょっとここ取ってみてもらえますか。取ってもらっていい？ここに緑色のランプが4個並んでいる。これが全部ヘッドライト関係になっています。ブレイクタイム2です。滑らかな運転をお好みの方に言って話を挟みます早口言葉みたいです。これをねグーッと押すと開きます。それで内容はブレーキペダルを踏んでの停止について。オーラは簡単に滑らかな停止ができました。ワンペダルで減速して時速10キロぐらいになったらブレーキペダルにそーっと足を乗せます。あとはそのまま停止するだけで滑らかに停止してくれます。完全に停止したらグッと踏み込むとブレーキのオートホールドが作動します。この状態からの発進も滑らかです。軽くアクセルをポンと押してあげるとスーッと発進しますので、タイヤが少し転がったらアクセルペダルを踏み込んで加速していきます。あれって思ったのがノートと比較した場合です。ノートの方がもっと楽に停止できたのを記憶しています。でそれはね動画にも残っています。タイヤサイズが違う以外見える部分の違いは分かりません。で可能性としてはよりハイパワーのオーラはブレーキパッドとかその辺何かで別の点が重視されているのかもしれません。続きまして前後のカップホルダー。カップホルダーは半収納式みたいな形で便利に使えます。まずこの状態ですと、スマホとかねおタバコがしまえます。で半分開けるとまず 500ml のペットボトル、これはもう余裕です。そして1リッターの四角いペットボトル、これも入ります。高速とかね乗るとき便利ですよね。トイレは分かんないですけど。あと四角いペットボトルも四角い紙パックも入ります。リアシートのカップホルダーです。まず丸くて太いのはもう当然余裕です。続いてリアのカップホルダーにも1リットルを入れてみます。入らなそうでスッと入りました。ちょっと取ってみてもらえますか。取るのも普通に取れます。
マニュアルモード時の内気外気の、自動はこれの長押しで行います。インジケーターが点滅します。この状態で内気外気のオートになるそうです。続きまして、ドアミラーの曇り取りに関する機能です。ヒーテッドドアミラーとか呼ばれるね機能です。でそのスイッチはこのリアの曇り取り、リアデフォーカーのスイッチがそれを兼ねています。これは、他の車でもねこれ同じことがあるので覚えておくと便利です。続きましてリアのシートベルト。動画ではベルトが絡むと格闘している最中です。カメラ持ってマイク持って2人がかりでごちゃついています。何かあるはずだと思っていたのですが、前回の動画で教えていただきました。先っぽを差し込む穴があるそうです。先っぽを差し込む穴があるそうです。大人気 BOSE のロゴ入りスピーカー。BOSEなしのオーラ買って失敗したという場合や、中古車で条件合わない場合、これもメリットデメリットあるから絶対じゃないよっていう話です。では続きまして、この BOSE のスピーカー、これね位置が特徴的だと思います。で耳元にあるこの位置で、音響的な部分からね、自分の知識で、分かるところをちょっと分かりやすくと言いますか簡単にちょっと話させてください。まずね、ここにあることはメリットとデメリットがあります。デメリットもあるんですよね。デメリットからいきますね。まず音というのは直接音と反響音というのがあります。直接音は、スピーカーから出た音がそのまま耳に入ってくる音、あとは反射の音ですね。反響音は反射の音です。で音って波ですので、同じ音は1個のスピーカーから出てないと波と波が打ち消し合って消えてしまいます。そこをディップといってねこうくぼみになります。逆に微妙にこうぶつかったところは今度ピークといってね増幅されます。つまり、音が悪くなっていきます。なので直接音をたくさん耳に入れるということは周波数特性的にね、スピーカーの設計通りの音になりやすいです。またあとね、例えばこのオーラとかですとフロントシート立派なねシートついてまして、こういったところが音の吸収とかもするのであれです、直接音が耳に多く入る方が、元の作られた音通りに聞こえやすいといったことになりますね。あと圧力変化なんかもスピーカーに近い方がね、耳とスピーカーが近い方が、低音域のその音圧に関する部分でも減衰が少ないので低域も聞こえやすいです。じゃあデメリットの部分、デメリットはと申しますと、まずね音というのは前から聞こえてくる方が自然ですよね。想像してみてください。ライブハウスに行って後ろ向いて座る人っていないと思うんですね。前から聞こえてくる音がメインなので、本当にね音像とか音にこだわられる方は前からのみ音を発する。それからステレオというのは2チャンネルなので、右と左2本のスピーカーからのみ同じ音はそこからのみ音を出します。それが理想なので、目の前にねこうライブステージを作るようないわゆる音像を作るというのにはね、この頭の後ろ側にあるスピーカーというのは向かないです。そういったところで一長一短あります。最後は小ネタじゃなくてオーラで最も魅力を感じた部分、すごいと感じた部分で気持ちよく締めたいと思います。それは強い加速時の姿勢や瞬間的な加速から減速、また加速といった時の車両姿勢。ここ曲がる。車は小さいです。ピックアップは強いです。条件的には難しそうなのにフロントの伸び縮みが気になりません。加えて振動も気になりませんから、自分はこうした車を踏みたい時に踏める車と表現しています。ぐらつきや振動が気になると、それに合わせてねアクセル操作する必要があります。それはそれで楽しいんですけどね。両方いいです。でオーラ、この減速時もワンペダルによって体には瞬間的な減速感、これ伝わります。でも車前方はククッとは沈み込みません。なので踏んで戻してまた踏んで、多少ラフに扱っても、いやもっと言うとラフに扱うぐらいの方が魅力を感じやすい、そんな良さを感じました。動画は以上です。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。